はい、どうも、こんにちは。エンジン太郎です。今回は前回の続きとなる、相変わらず4気筒の続きですね、を進めていきます。まず今回は、ヘッドカバーの部分の蓋ですね、の仕上げです。これは穴4箇所開けて、ここを整える、裏面を整えるだけですね。これを予備含めて5つ。それと、こちらにあるロッカーアームの押さえ板、押さえの製作ですね。こちらの A のパターンを1個だけ、それと B のパターンを同じもの7個ですね。合計8個となります。で、素材のカットですね。まず 42mm が1本。削り白残して45ぐらいで取っときゃいいか。ちょっと長いのが1本と2の4の5の7本と、これで素材のカット OK です。はい、まずは1個だけ製作の押さえ A からいきましょうか。ではフライス作業に移っていきます。はい、まずこの単面を1回整えます。まず全長ちょっと長めに取ってあるので、それを揃えてきます。これで片側終わったので、反対側を削って所定の寸法にしていきます。はい、今一番終わったところです。素材として切り出し、寸法が完全に確定したところですね。ここから2番、3番、4番と進めます。はい、では座標に従って穴開けしますね。2.5 の 17.48。ここではロッカーアームのシャフトが収まる溝の部分を作っていきます。3番終わりと。こんなもんでしょう。ロッカーアーム押さえ A の3まで終わってね、4をスタートします。インスタ360での撮影結構気に入ってますが、レンズカバーの映り込みがひどいですね。まずこれで高さが 7mm になりましたね。そしたら 3mm まで彫り込むと。
手順としてはこの段階で4までが終わってますね。こういう感じで、まあ問題ないと思います。ではこの A が途中まで終わったので B に移行していきます。ロックアーム押さえ金具の B を作っていきます。ここからはこれも同じようにまずこの長さですね、長さを 37.1 ミリに揃えますね。37.10 予定の寸法にはなりましたね。はい、7個とりあえず所定の寸法になりましたね。当初の図面がこっちなんですが、先ほどこのパーツが7個と説明したと思いますが、実は左右差あるので3個4個の別パーツですね。なので図面それぞれ3個作る方と4個作る方を用意しました。これで大丈夫ですね。ではまずは3個作る方から進めていきます。はい、とりあえず、B の2番から先作っちゃったんですが、3つ、工程3番までは終わらせました。あとは4番ですね。次は4番を3個やるんですが、これは4番まとめてやりたいので、先にもう1個の方、押さえ金具 B の1、4個製作ですね。を工程の3番まで進めていきます。ロックアームの押さえ部品の位置も終わりましたね。工程3まではやりました。作業工程4番をそれぞれやっていきますね。作業工程4番は図面でいう赤丸の部分ですね。今回のパーツで不要になる部分を削っていきます。今はとりあえず減点出しをしているところです。
はい、こんな感じでできました。あとはもう手仕上げですね。先ほど4個セットのやつをやったので、次は3個セットの方を進めていきます。手順としては全く同じですね。ロッカーの押さえ金具の部分ですが、1個はこれ。ここまで終わりましたね。これとこれは基本反転してるだけで同じ部品です。これで押さえ金具のフライス作業は全部終わりました。このまま仕上げに移ってもいいのですが、フライス作業を先にやっちゃいたいので、次、ヘッドカバーの蓋ですね。ここの仕上げ進めていこうと思います。図面はもう仕上げ用の図面はできてるので、あとは仕上げていくだけですが、こういうところへえぐらない方が良かったですね。こういうところちょっと格好つけてこういう形状にはしたんですが、普通の四角にしとけばよかったですね。これはなんとかこれでも仕上げていこうと思います。鉄の薄い板を挟んで、1個目はこいつのと削っちゃえばいいか。はい、そこの面は整いましたね。あとは穴開けをしてきます。これで問題なくできましたね。裏面も綺麗になって穴も開いてと。やっぱここのへこみかっこつけて作りましたが無駄でしたね。やっぱちょっとまだ無駄が多いですね。次に制作する時の課題ですね。この辺は本当1個作ってみると課題がいっぱい出てきて面白いです。はい、5枚全部できました。1枚最初のやつだけ 10mm のエンドミル使ったのでちょっと目が違いますが、それ以降はフライカッター使ったので、フライカッターっていうのかな、でかいカッター使ったので目は同じような感じですね。なのでこっち4つ同じのが揃った4つが1群、これが予備ですね。とりあえずあとはヤスリで軽くバリを取ればこのパーツは終わりですね。この後押さえ金具を仕上げていくんですが、シリンダーヘッド側ももう仕上げられるだけ仕上げた方がいいので、ここにどうしても余白がなかったせいでネジ穴見えちゃったりとか問題があるんですよね。なのでこれを先にどうにかします。具体的にはこの板を貼っつけて厚みを稼ぐようにしますね。貼っつけるって言っても溶接で貼るしかないんですが、溶接で貼ってしまいます。本当はね、溶接すると歪むと嫌だからやりたくないんだけど、
まあそうも言ってらんないですね。よし。はい、こんな感じで溶接の準備できましたね。今回ちょっと大きいので余熱入れて溶接していこうと思います。失敗したらヘッドカバー鋳造からやり直しですね。それだけは避けたいな。もう綺麗にいきましたね。まああとは軽く仕上げて、ここもかまぼこ型に切るんですが、ここはまあでも正直ここに関してはベアリングが当たる部分ではないのであまり気にしなくていいと思います。分かんなくならないように消えない場所に一応よいしょマークしときます。これがマーキングが終わったら押さえ板の仕上げですが、ついでにヘッドカバーの仕上げも一緒にやっていきます。それぞれを少しずつ削りながら微調整を繰り返していきます。1個目が終わったので一度取り付けてみます。変なところに当たらないような感じで取り付けられればいいのですが、まあ大丈夫そうですね。問題なければ他の金具も順次仕上げていきます。こんな感じで金具全部つきましたね。こののでロッカー部のシャフトを押さえるんですよね。まあちっちゃい金具ですが、ロッカーム自体も小さいので特に問題はないと思います。よし、問題なしと。ではロッカームをこいつから外して、それではロッカーム取り付け準備ですが、元のシャフトちょっと長いので短く加工しなきゃなんないですね。比べると分かりますが、先端を丸くしてきます。これでロッカーアームのシャフト全部終わりましたね、加工が。はい、一応全部のパーツこれでできました。一応この後位置合わせのため仮組みをして、特に問題なければ今回の作業は終わりとなります。よし。ロッカーアーム仮組み終わりました。まあ動きもスムーズで
どこにぶつかるということもないので問題はないんじゃないかなと思います。カムを組むととりあえず問題はなさそうですね。はい。後ろから軽く押さえて回せばちゃんとカム山に合わせて動いてくれますね。いい動きだと思います。よし。これでロッカーアーム周りはまあなんとかなりましたね。やっぱタペット調整はやりづらくなったな、多分これ。まあロッカーアームまだ修正入れるかもしれませんが、とりあえずは動くとこまでは来ましたね。とりあえず仮組みまでは問題なくできたのでよしとします。やっと部品が並ぶとさすがにそれっぽくなってきますね。やっぱこう見ると前のとだいぶ違いますね。ロッカーアームとヘッドカバーユニットが一体になった分、多少は楽になったかなとは思いますが、このタペットの調整がちょっと難しくなっちゃいましたね。場所が悪かったですね。ここ本当は斜めに落として2枚前と同じようにこっちとこっちに1枚ずつつけるべきでしたね、ヘッドカバーは。まあ形状をなるべくシンプルにしたかったのでこういう平らな形にしましたが、これもここまでやってみるとわかるんですが失敗でしたね。なかなか設計というのは難しいですね。なんか作ってると要素がたくさん絡んでくるので思った通りにいかないというか、コンピューターの図面で見てる時には 3D で見てる時にはまあいい感じじゃないかなどと思ってはいるんですが、実際作ってスパナを入れよう、工具を入れようとするとあれっていう瞬間が結構ありますね。まあ現役の設計士さんはすごいわ。こういうの全部加味した上で設計できるんだからほんとすごいですね。よし。はい、次回はこの、バルブガイドバルブシートを作っていきます。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。